夫の幼馴染グレースがエレベーターに30分間閉じ込められた。怒りを募らせた夫は、私をスーツケースに詰め込み、鍵をかけた。グレースが受けた苦しみの倍、償ってくれ。体は無理やり丸まらされ、呼吸が苦しかった。泣きながら謝罪したが、帰ってきたのは夫の冷たい叱責だけだ。この罰は全部受けなさい。教訓を学んだら、きちんとした態度を取るようになる。そして彼は、スーツケースをクローゼットに閉じ込めた。絶望の中で叫び、逃げ出そうともがいた。血はスーツケースから染み出し、床を濡らした。5日後、彼は私をかわいそうに思い、罰を終わらせることにした。この罰を警告にして。今回は許してやる。彼は知らなかった。スーツケースの中で、私の身体はすでに腐敗していたことを。あの嫉妬深い女、騒ぎに来ないな。サンゼ教訓を学び、僕の規則に従うようになったのか？思った通りだ。この手の女は、罰を受けて初めて自分の立場を知るタイプだ。だが、夫のアシスタント、ルーカスが突然緊張した表情になった。フォスター氏、そのフォスター夫人はまだ解放されていませんよ。ザンダーの表情が一瞬揺らいだが、すぐに平然とした表情に戻した。大丈夫だ。もう数日、自分の行動を反省させておこう。ルーカスは言いたげだが、口をつぐまなかった。結局こう言った。フォスター氏、夫人を閉じ込めている部屋から悪臭が漂っています。その確認してみませんか？ザンダーの声が冷たくなった。悪臭？そりゃあ当然だ。スーザンは生き残るためなら何でもするタイプだ。生きていることを保証するため、自分の便や尿まで食べて最小化するだろう。部屋が悪臭くなるわけがない。ルーカスはさらに何か言おうとしたが、ザンダーは嫌悪そうな顔で話を遮った。もう話したくない。明日解放してやる。数日閉じ込めれば、きちんとした態度になるはずだ。出てきたらグレースに謝罪すれば、この件は気を不咎にする。彼の言葉が終わると、グレースが裸足で入ってきた。ザンダーの視線は瞬時に柔らかくなった。まだ悪夢を見ているの？心配しないで、スーザンを罰したよ。グレースが受けた苦しみの10倍、彼女に味わわせるつもりだ。彼はグレースを抱きかかえ、そっと髪を撫でた。ザンダー、あなたは私にすごく優しい。グレースは彼の胸に顔を埋め、不満そうにくちばしを突き出した。スーザンは今では教訓を学んでいるはずだ。私はただ彼女に謝罪してほしいだけ。罰を受けさせるつもりなんてなかったの。彼女、私を恨まないよね。彼らが2人でイチャつくのを見て、私は笑った。だがその笑いは誰にも届かなかった。結局のところ、私は死んでいたからだ。窒息と絶望の最後の瞬間、私の魂は狭くて恐ろしいスーツケースから抜け出した。スーツケースの表面はすでに血で濡れすいているのが見えた。クローゼットにはさらに鍵がかけられており、まるで中の人を永遠に閉じ込めたいかのようだ。幽霊になっても、その窒息するような光景に怯えて目を閉じた。その間も、ザンダーはグレースをなだめている。また悪夢を見たの？心配しない。永遠にそばにいるよ。彼はグレースの顔をそっと撫でた。グレース、そんな苦しみを受けさせてごめんなさい。スーザンは生き残るため、自分の便や尿まで食べたこと知ってる？彼女は命をそんなに重視するのに、あなたを傷つけるなんて。必ず償わせる。この話を聞いて、私は驚きで泣けなくなった。ザンダーは正しかった。私は生きたかった。スーツケースは小さかった。私を詰め込むため、ザンダーは私の腕を折った。痛みをこらえて逃げようとしたが、無駄だと知った後は、
時間をつなぐために力を節約した。だが彼が私を詰め込む前に、私が妊娠していることを忘れていた。長時間かがんでいる姿勢はお腹に負担をかけ、激しい痛みが走った。感情が制御できなくなったが、どうすることもできなかった。生きている最後の瞬間、強い生きる意志が湧いてきた。叫び、もがき、生きるために爪でジッパーをかき開こうとした。だが彼はただ残酷に言った。ついに怖くなったの？グレースはそれ以上無力だっただろう。中で苦しんで、きちんとした態度を学びなさい。私は自分のしていない罪を全部背負うことで、彼に許してもらおうとした。そして足元から血が流れ出すと、力が全部抜けた。朦朧としている中で、彼の声が聞こえた。うるさすぎる。まだ僕の規則を理解していないのか。閉じ込めたまま、静かに反省させておこう。かすれた声で解放してくれと懇願したが、何の役にも立たなかった。聞こえてくるのは、クローゼットに鍵をかける音だけだった。その後、私は何も聞こえなくなった。第2章。スーザンを出せ。グレースに謝罪する前に掃除させて。尿と便の匂いがついてたらグレースを不快にさせるだけだ。ザンダーは冷淡に言い、ルーカスはぎこちなくうなずいた。ザンダー、スーザンが出てきたら慰めてあげて。もう怒らないで。どうせ夫婦だし、こんな大きな喧嘩しちゃダメだよ。ザンダーの目にイライラが浮かんだが、そっとグレースの指をもみ上げた。彼女はあえてしない。5階からあなたがエレベーターに30分閉じ込められたんだ。当時どれほど怖くて無力だったか想像できない。グレース、あなたはいつもこんなに優しいから、スーザンにつけ込まれるんだ。ザンダーは怒りを抑えていた。まるでグレースを驚かせたくないかのようだ。だがこの話を聞いた私には、まるで嘲笑しているように聞こえた。1週間前、ザンダーが会議中にグレースがやってきて、私を挑発してきた。妊娠しても何だい。産んでも、あなたの子供はザンダーの愛を得られないわ。あなたも子供も鬱陶しい。喧嘩する気はなかったので、退けるように言っただけだ。だが彼女が降りていくとき、エレベーターが故障し、階の間に閉じ込められた。閉じ込められている間、彼女はザンダーに長文の告別メッセージを送った。もう出られないかもしれない、とさようならを告げていた。スーザンが私を嫌っているのは知ってる。私がいなくなったら、彼女にあなたの面倒を見てもらいたい。天国でまた会おう。ザンダーはこのメッセージを見るや、即座に会議を中断し、狂人のように駆け戻った。すべての人手を動員し、ついにエレベーターの中で意識を失っているグレースを見つけた。私はそばで、彼がグレースを抱きかかえてグレース、離れないで。と叫ぶのを見ていた。当時は滑稽に感じた。至ってまで ?30 分閉じ込められただけで、まるで永遠に離れられないかのような演技をする必要があるのか？だがザンダーが私の髪を掴んでスーツケースに詰め込んだとき、私はさんぜ理解した。彼らが愛を見せつけている間、この事件が私にとって災難になることを。何をしたんだ？グレースは密室恐怖症があるんだ。もう少しで殺すところだった。助けても一生心の外傷を負うだろう。スーザン、お前は僕の妻だからといって、何でもできるわけじゃないことを理解させる。謝罪しない限り、出てくるな。今でも、彼は冷淡な表情で私の謝罪を待っている。だが彼の願いは叶わない。フォスター夫人も生命反応がなくなっています。ザンダーは驚いた。私は彼の反応を見ていた。少なくとも少しは動揺するだろうと思ったが、彼は平気な顔で笑った。ただの演技だ。ずっと騒いでいる女が、そんなに簡単に死ぬわけがない。
葬儀屋に連絡して遺体を焼却しろ。そんなに演技が好きなら、技師の代償を知らせてやろう。ザンダーは机を叩き、レータンに言った。30分以内に掃除しないと、騒ぐ限り罰を続けると伝えて。ルーカスは震えながら何か言おうとしたが、ザンダーは怒鳴った。なぜまだ立っている？お前も罰を受けたいのか？彼はグレースの肩をつかみ、柔らかく言った。グレース、後で彼女をかわいそうに思うな。しっかりして、もう少し苦しませてやる。土下座して謝罪させるつもりだ。これが彼女への罰だ。同情しちゃダメだ。グレースは心配そうな表情をした。ザンダー。私は彼らを恨む気持ちさえ湧かなかった。だがなぜか私の魂はここに束縛されて離れられない。ただザンダーが私を罵倒し、嘲笑するのを見ているだけだ。第3章。私はザンダーを10年間愛してきた。高校3年間、大学4年間、卒業後3年間デートを始めてすぐ結婚したその3年間も。彼が私を常に厄介者だと思っていることを私は知らなかった。7年間、迷惑な影のように彼についていき、真心の愛で彼の心を温められると信じていた。彼が告白を受け入れた日、嬉しくて一睡もしなかった。彼が私と結婚したのは、会社の資金つながりが断絶し、財政的な支援が必要だったからだと、私は知らなかった。結婚した2年間、私は心から彼のキャリアを支援し、最善を尽くして彼の面倒を見、気に入ってもらおうと努めた。彼も少しずつ変わってきた。家に帰るのを待ってくれたり、朝食を作ってくれたり、腹痛の時はお腹を揉んでくれたりした。もうすぐ彼の愛を得たのか、と思いかけていた。妊娠した日も嬉しくて叫びそうになった。だがこのことを彼に告げたとき、彼は冷淡だった。妊娠したって？私は彼の声の疑問を聞き逃し、単純にうなずいた。だが僕は小生子症で子供を作ることは不可能だ。お前は父親が誰だか知